ちょっとねプレモスがひどいことになってますね。糸みたいになってますね。糸ウィローモスみたいな。今回は半年ぶりの45センチ水槽です。どうもカプラです。皆さんこの水形覚えてくれてますでしょうか。45センチ水槽、この水形かなり気に入ってまして、この一番いい時期にね、動画を撮影しました。撮影は今年の冬ですね。動画の撮影をしました。かなりね水草も綺麗に茂ってて、光の光量もかなりちょうどよく、いい感じでね、管理してました。そこから約半年が、経ちました。動画を見てくれてる方の中にはあの水槽どうなったのっていうふうに思ってくれてる方もいると思うんですけど、今日はねそれが今どんな感じになってますと、でこれからどうしますっていう話をちょっとできたらいいかなと思います。なのでちょっとまずはね皆さんと一緒に水槽を見ていきましょう。はい、ちょっと水形の紹介をします。こちらは45センチの水槽で作った、陰性水草がメインの水槽になってます。でこれは寿のレグラスっていう奥行きが30センチある少し広めのね45センチ水槽になってます。この水槽を立ち上げたのは去年の夏ですね。動画を公開したのは今年の頭冬になるんですけど、もう実際立ち上げてからは、1年経ちます。去年の夏頃ですね、ミスト式でこのプレミアムモスの貼り付けをして、そこから風岩石、それと手前に化粧砂を敷いて、後ろはね全景層を植えた、そんなね水槽になってます。全景層を後景層として植えたとそういった水槽になってます。はい。で手前にはね、後ろに植えたショートヘアグラスとかがこう手前までね、匍匐して、伸びてきております。もちろん CO2 の添加はしていて、ライトは、こちらのライトを使っております。光の強さは PPFD がね中心で80ぐらいになるように、調整しております。だいたい出力が 20% ぐらいですね。青強めの調光で、やっています。1日だいたい7時間ぐらい点灯してますね。中にいる生態としてはレッドチェリーシュリンプやモトセンクルスネグロがいますね。でちょっと影に隠れて今いないんですけど、見えるかな、奥の方に、シルバーフライングフォックスが2匹います。一応手前にはねこんな感じで、アヌビアス7とかあとブセファロンドラが終わってるような状態です。一応苔防止のためにマルゴーのドクター、オゾナイザーですね、オゾン発生器を、置いています。じゃあちょっと水草のね成長具合見ていきましょう。かなりね全体的に茂っている状態ですね。当初のプレミアムモス貼り付けてたと思うんですけど、かなり増えました。増えすぎちゃって、でもう半年以上トリミングもしてないですし、もう完全にこの状態で放置して育てている感じですね。めちゃくちゃ伸びましたね。もうこんもりした状態になっちゃってます。流木の姿が見えないぐらい大きくなってますね。手前に植えたなんて言ったかな、ちょっと高級なレア度の高い水草があるんですけど、これがかなり成長しました。ちょっと見てみましょうか。これですね。なんつったっけな、これがねめちゃくちゃ伸びたんですよね。かなり大きくなってます。はい。ちょっとこの辺のプレミアムモスは、剥げてますね。裏はちょっとねプレモスがひどいことになってますね。プレモスがね伸びすぎちゃって、こんな感じで結構ちょっと後ろがね、プレモスって分厚くなると流木にくっついてる部分ですね、そこがちょっと枯れて剥げてきちゃうんですよね。これは放置しすぎました。はい、完全に完全に放置しすぎましたね。で上から見るとこのウィローモスね、この辺に植えてたウィローモスがあるんですけど、こんな感じでウィローモスなのに、糸みたいになってますね。糸ウィローモスみたいな、糸ウィローモス状態ですね。もう糸の状態になってます、ウィローモスが完全に。これあれなんですよ、シルバーフライングフォックスに、新芽が食い散らかされたウィローモスの末路ですね。これはひどいでプレモスもね
新芽が食われてるんですよ。完全にこんな感じで真っ平らなんですよね。新芽がないんですよ。もっさり茂っていない状態。これね、あんまりいい状態じゃないですね。はい。見た目ね、ちょっと綺麗なんですけど、これ相当こんもりしてるんですけど、ついてないんですよ、もう。これはひどい。浮いちゃってますね、完全に。こう完全に浮いちゃってますね。うわー、すごいね。これはちょっと全体的にプレモスをどかして一回ちょっと掃除してあげないとダメですね。ここを見てください。かなり分厚くなってますね。ここにいるブセが隠れちゃってますね。というような感じで、よいしょ。こちらに植えてたバリスネリア7ですね。この辺は割と結構苔も生えずにわりかし綺麗に育ってる感じがありますね。この辺は結構綺麗に育ってるんで、これは放置でいいかな。まだまだこのままで良さそうですね。とりあえずプレモスがやばいですね。プレモスがやばい状態になってます。はい、ということでこんな感じになってます。さすがにちょっと立ち上げてから1年ぐらいもう放置してますね。トリミングとか一切せず放置してるっていう状態になってます。後ろのねショートヘアグラスとかかなりいい感じに茂ってはいるんですけどね、こんな感じで結構綺麗じゃないですか。後ろはね綺麗なんですよ。あんまりこう光が当たってないところは綺麗というかね。シルバーフライングフォックスもエビもねしっかり仕事して、こんな感じになってます。ちょっと掃除もしていきたいな。だいぶ汚れてますんでね。こんな感じです。後ろは綺麗、前がちょっと。はい、いかがだったでしょうか。思ったよりプレミアムモスが育って分厚く育ったことによって光が当たらない部分ね、流木により近い深い部分、かなり分厚く当初より育ちました。プレミアムモス厚さもこのぐらいあるんじゃないかな。3センチオーバーにいって3センチぐらい多分厚さができてしまってて、まあ分厚い、かなりねこれ、買ったら相当なもんの、お値段すると思うんですけど、それが今完全に暴れ回ってます、プレモスが。これをどうするかなんですよね。なのでちょっと皆さんねコメントで聞きたいんですけど、このプレミアムモス、どうするかっていうことで、一つ目は、プレモスちょっとこのままトリミングをしてもう一度、流木にね、活着させてみようと。で2つ目はこのプレミアムモス全て取り除いてきれいにしてね、一回。多分もう流木に活着してない状態なので簡単に取れちゃうと思うんですよ。それを他の水槽に移して育て上げると。で3つ目は、とりあえず、次の水槽立ち上げのためにプレモスを確保して水上栽培へと持っていく、この3つが選択肢に上がるかなと思うんですけど、どれが良さそうですかね。ちょっとコメントで、いただけたらね嬉しいです。ということで、今回は以上になります。この45センチの水槽が、今後どうなっていくか、またねちょっと気になる方ぜひ、チャンネル登録してまた見てください。インスタグラムではね、ストーリーでちょっと役に立つ情報とか、あとはねアクアリウムにハマったアラサー男子の日常をのんびりと更新しておりますので気になる方はぜひね友達登録していただいて、応援メッセージなどいただけたら嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。